って噴き出してきた蒸気を集めてパイプでタービンへと送って発電します。トゥータイムズの富川裕太です。今回は世界ラリー選手権サファリラリーの開催地アフリカケニアからお伝えします。アフリカならではのカーボンニュートラルへのアプローチ取材しました。WRC 世界ラリー選手権の中で最も過酷と言われるサファリラリー。このラリーは2023年6月アフリカのケニアで行われました。コースは見通しのいい平原を走行する高速区間が多いのが特徴。そして石や岩が多いトリッキーな区間もあります。さらには動物が出てきたり、雨や泥、砂といった大自然との厳しい戦いになります。サファリラリーを制したのはトヨタガズーレーシングワールドラリーチームのセバスチアン・オジェ・バンサン・ランデ組、また勝田貴元・アーロン・ジョンストン組が総合4位を獲得したことでトヨタは2年連続となる1、2、3、4フィニッシュを達成しました。そんなケニアと日本を結びつけているものがあります。それが東京広尾のこちらのお店にケニアとつながりのあるものが売っているというんですね。入ってみましょうか。すいません、失礼します。お忙しいところ、はい、ケニアとのつながりのあるものはひょっとして、そうです。このバラですね。ありがとうございます。このバラがケニア産なんですね。そうなんですよ。へえ、綺麗で大きいですね、花が。そうですね。やっぱり日本のバラと比べるとやっぱり咲いた時にすごく大きく開いてきますね。綺麗、はい、しかもバラ似合いますね。本当ですか。オーナー。富川さんの方が似合いいやいや。ピンクにオレンジ、イエロー、紫、赤、鮮やかな色が並びます。ケニア産のバラは世界的に品質が高いことで有名で、日本でも数多く輸入しています。いろんな色のバラがあります。種類も違いますけれども、はい、これ全部ケニア産ですか。そうです。全部ケニア産なんですよ。はい。ちなみにケニアのどちらでしょう。ケニアのナイバシャという湖があるところ、地域があるんですけれども、そこの、地域にある、バラ農園と取引をしているということですね。この世界中でバラを作ってると思うんですけど、ケニア産のバラっていうのは何がいいんですか。ちょっとご覧いただいてすごくわかると思うんですけれども、まず、輪が大きい。はい。輪が大きいですね。で、茎が太い。であとはですね、発色がすごくいいですよね。グラデーションがかっている発色だったり、なかなか日本では見られないような品種のものが多いですね。茎が太いとどういいんですか。水の吸い上げが良くなるので、持ちもすごく良くなるんですよね。だいたい 1、2週間、持ちます、楽しみますよということをお伝えしているんですけれども、これから涼しくなるじゃないですか。これからだと1ヶ月とか1ヶ月以上持たせるという方もいらっしゃいます。そんなに持つものですか。はい。へえ。世界最高品質のバラを生産するケニア。実は
トヨタグループがそのケニアの人々の暮らしを支えるお手伝いをしています。上空に来ました。さらに雄大な土地であることが実感できます。ここケニアでは国土の8割が乾燥帯と言われています。ケニアの首都ナイロビから北西に100キロ。ケニアにはフラミンゴやキリンなどの野生動物が暮らし、マサイ族の居住区としても知られています。ケニアではかつては水力発電が主力だったんですけれども、河川規模が小さくて乾季になると水量が足りなくなってしまうんですね。そのため電力が不安定となってしまうという問題を抱えていました。長年にわたってケニアの経済発展を妨げてきた不安定な電力供給。それを打開しようとトヨタのグループ会社などがこれまでにない新しい発電所を作りました。草原を抜けた先に見えてきたのは巨大な建屋から吹き出る白い煙、オルカリア地熱発電所です。ここでケニアの電力のおよそ 40% を生産しています。こちらの発電所は2015年にトヨタグループのトヨタ通商が東芝と韓国のエンジニアリング大手ヒョンデエンジニアリングと協力して建設した発電所です。実はトヨタ通商はアフリカで風力や太陽光など再生可能エネルギーの普及に向けたインフラプロジェクトに取り組んできました。そうした中、ケニアに適している再エネとして選ばれたのが CO2 など温室効果ガスを出さないクリーンエネルギーで知られる地熱でした。2015年にトヨタ通商などはオルカリア地熱発電所の1号機と4号機を手掛けました。地熱によって噴き出してきた蒸気を集めてパイプでタービンへと送って発電します。で、使われた蒸気はさらにこちらへと送られてきまして、冷やして水にして地下へ戻していくという循環型のシステムとなっています。地熱発電は火山帯の地下にあるマグマによって熱せられた高温で高圧の地下水を利用して発電しているため、天候や時間帯に左右されることなく安定的に電力を供給できるのが特徴です。蒸気を運ぶパイプラインはこのようにですね、一部が高くなっているんですね。これは動物の邪魔をしないように、動物が自由に通れるような工夫がされています。つまり地熱発電はこの雄大な自然と共存共栄を続けながら安定的な経済成長を支援しているということになります。オルカリア発電所は野生動物が多く生息するヘルズゲート国立公園内にあるため、動物たちにも配慮した発電所になっているんですね。ところ変わってこちらはヨーロッパと北米大陸の間に位置する小さな島国アイスランド。1970年代のオイルショックを機に官民一体となり地熱発電に取り組んできました。この地を訪れたのはトヨタリサーチインスティテュートのギル・プラット CEO。 Well, first of all, this is an incredibly beautiful country. This extraordinary coincidence, the number of people that live in Iceland is roughly the same as the number of team members that work for Toyota. So we have around 370,000 in Toyota, roughly the same number of people that live here in Iceland. Well, we in Iceland, we've been watching what Gil has been talking about in the past on
why Toyota has a multi-powertrain approach. And it's important to us because in Iceland, we have a very high level of electrification going on, just like in Norway. So we've been meeting with the three sectors that are most important to us, obviously the public sector, the private sector, and the STEM disciplines within the universities to get the message across or get the information across why TMC or Toyota is having this multi-powertrain approach. What is the sensible approach of utilizing our natural resources the best? アイスランドの発電はなんと再生可能エネルギー 100%。 そのうちのおよそ3割が地熱発電で7割が水力発電です。Hydroelectric dams, of course, we've seen in the US, but very few of us, including myself, have really seen geothermal power at scale. And so I learned so much here. For example, most of the geothermal power is exploited in the form of heat for what's called district heating. So all of the buildings in the main city here and actually in several other towns are connected through hot water to these geothermal generating stations who in turn are extracting heat out of the earth because Iceland is lucky enough to be at the juncture of two continental plates that are separating from each other. So that's why all the heat comes up to the surface. 現地のトヨタの販売店などの施設はもちろん、一般家庭の暖房のおよそ9割が地熱で賄われているそうですよ。さて、トヨタが1、2、3、4フィニッシュを達成したサファリラリーケニア。開催地でひときわ人々の関心を引いていたのが、世界で初めての公開となるトヨタハイラックス MHEV です。ハイラックスがハイブリッド車にと驚かれた方もいらっしゃるんではないでしょうか。そのハンドルを握っていたのは WRC で4度世界王者に輝いたあのユハ・カンクネンさん。冷静沈着な走りで多くのファンを魅了した伝説のドライバーです。ハイラックス MHEV はアフリカやアジアなど電気自動車の充電インフラが普及していない市場に向けて開発されたコンセプトカー。コンパクトなハイブリッドシステムを搭載していて、コストを抑えながら燃費を改善できることも魅力の一つです。このケニアで大人気のサファリラリーという場所でこのハイラックスマイルドハイブリッドを皆さんに披露した。しかも世界初披露だった。これはどんな意義がありますか？ Well, Hilux being a heritage model for Africa and coupled with the QDR, I think this is a great model to demonstrate that we are moving into a more carbon neutral environment. And this vehicle is a great demonstration that Toyota has still maintains the heritage model of the Hilux and the QDR element, and best of all, a Hilux hybrid. 今回特別にカンクネンさんの運転で私もハイラックス MHEV に乗せていただけることになりました。いよいよカンクネンさんによるハイラックス MHEV のデモランです。あー緊張する。スタートします。 Okay, OK let's go. Let's go。 さあまっすぐ走っていきます。すごくスムーズだなやっぱり。 You can hear the Yes. asphalt noise Yeah. on the tires, so the grip is really good on this. 結構滑りますけど、こんなに大きい車体なんですけれども、そんなに揺られない、振られない。ドリフトしながら行きます。カンクネンさんはさすがの落ち着いたハンドルさばきです。このアフリカの大自然の中、サファリの中、カンクネンさんが今ハイラックスを運転しております。スピードが上がっていきます。
100キロ超えた。おおわ Jump. おジャンピングわお飛びました。2周目に入っています。あ、ここにも人がいる。ケニアの人たち本当好きなんだな、ラリーが。いやー、こんな大きい車なのにこんな小回り利くんだ。うわ、水がある、水が。Okay, there's little water splash, but no problem. うわー。Very smoothly. Yes, very smooth because you know it is so hard. Yeah. It is almost like asphalt, Uh-huh. so you cannot Yeah. go like this. Yes. You have to do like racing line, Oh, braking, turning. Yeah, yeah. I feel very safety. Safe driving. Yeah. Yes, yes, yes. Yes. No risk. いやー、この車ものすごくいい車です。ジャンプしてくれたんですよ、カンクネンさんが。ジャンプしても安定してますし、コーナリングも全然体がそんな振られないから安心感があるんですよね。でカンクネンさんももちろん運転が上手なんで全く怖いって思うところがなかったですし、あとね、静か。もっとラリーカーに乗るといつもすごい音だなって感じたんですけど、ものすごく静かで安定性もあっていい車だって思いましたね。Thank you so much, カンクネンさん。How was his car? No, very good. I mean, it is like for Africa used when we are high altitude. The hybrid helps, so you have all the time quite a good power. And to be honest, you know, this car has a little bit modified suspension as well. If I would be in Africa, I would buy straight away something like that because, you know, for these roads and the power is good enough, it's fast enough, and it's easy to drive. So it's more like a racing driving than rally driving. 近年ここケニアは電力においてアフリカ有数の再エネ大国として成長してきました。ケニア統計局が2022年4月に発表した報告書によると、2021年のケニアの総発電量のうちおよそ9割が地熱、水力、風力など再生可能エネルギーで賄われていて、そのおよそ4割を地熱発電が占めています。しかし電力供給には課題もあります。都市部では電気がほぼ普及しているものの、農村にはまだ電気が通っていない地域が残っているんです。現在のケニアの電気普及率は8割程度。2030年までに 100% を目指しています。トヨタ通商は2023年2月、ケニアのナクル郡メネンガイ地区に新たに35メガワット規模の地熱発電所の建設を請け負うことが決まったと発表しました。地熱発電の発展に期待が高まります。この地熱発電、世界に誇るあのケニア産のバラの栽培も支えているんです。苗場所の辺りにはたくさんのバラ園がありまして、地熱発電の電気を利用しているんですね。でこちらの農園ではすごい広い、これ全部つぼみのバラです。こちらの農園ではさらに地熱発電の蒸気を利用してこのパイプに流してバラを温めているんですね。ケニアは赤道直下で日照量が多く、年間を通じて気温が安定しているためバラの栽培に適していると言われています。
ただ標高が高いことから1日の寒暖差が激しく、日中25度前後の気温が明け方には10度まで下がります。そこで地熱発電の蒸気を使ってビニールハウス内を温め、安定的に栽培を行えるようにしているそうです。こちらの農園の広さはおよそ150ヘクタール。東京ドームおよそ30個分の広大な土地でバラを栽培しています。バラの出荷量は1月におよそ120万本。従業員の数はおよそ2700人にも上ります。今後は農園をさらに200ヘクタールまで拡大し、雇用を増やしていきたいと考えているそうです。今では日本のバラの輸入額の 47% 以上がケニア産だといいます。バラがケニアと日本をつなぐ架け橋となっているんですね。今回のワールドトヨタニュースは、見た目はワイルドでも味付けは繊細、頼れる料理長ミッコさん。性格はシャイでも料理は超大胆、日本人シェフタカさん。ご存知トヨタの世界ラリーチームの胃袋を支える名コンビ。去年の秋にはラリージャパンの裏側を取材させていただき、大きな反響をいただきましたが、今回はそのご好評を受け、先日ケニアで行われたサファリラリーに密着させていただきました。では WRC 恒例のミッコとタカさんとのお買い物タイムです。ね、ミッコ。Here we go. 頑張りましょう。ケニアでお買い物で何が大変なの？まあ、お店が1軒しかないから、そのスーパーマーケット大きい、はい、そこでしか手に入らないんで、はい、そこにあるもので量もどれくらい手に入るか分からないんで、それによってできたりする。もうまだメニュー決めてない。決めてない。あ、じゃあ店見て今日見て今日ではい考える感じです。ここが繁華街っていうやつですかね。ここ一応はい。もうすぐですね。右のやつですか。はい。ナイバス。ない場所のナイバスっていうスーパーですね。あ、確かに一番大きいですね、この店。一番大きいですね。一番。ではお待たせいたしました。これからケニアのお買い物でございます。行きましょう。この日買うのは100人のまかない2日分という大量の食材。しかし前日に予約したものをピックアップするだけですぐに済むという話だったんですが、いきなりミッコが難しい顔で店員さんと話し始めました。予約できてなかった。マジでオーマイガー。だって予約したものを取りに行くだけって言ってましたね、さっきね。あるある。ラリーある。ラリーある。予約がまさかの入ってないってことで、今ね、予約したものを一から買い直してるところです。ミッコも今ため息がついちゃってます。さあ大変。このハプニングで買う予定だったものをみんなで手分けしてかき集めることに。大体どれぐらい買うんですか？肉は20キロとかぐらい買うんですけど、20キロはさすがにないか。多分言えばあるんですよね。種類が全然ない。これは使えそうな骨肉だ。はい。どういうか20種類ですとりあえず。20種類ないといけないですよ。全部トータルで。20種類。肉担当タカさん、笑うしかありません。いやどうしよう。冷やしながら見た方がいい。買うものの種類に対しとんでもない売り場の広さ。まさに時間との戦いです。買うリストいっぱい。こんだけ買おうとしてますよ。
Yeah, come on. One? Yeah, come on. そして怒涛の1時間が過ぎ、買い物は完了。タカさんが心配していたお肉も倉庫から出してもらい、なんとか数は揃いました。さあここからレジ、このレジ打ちがまた大変な作業なんです。連打が面白いね。ピッ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 っていう連打を気持ちいい。とにかくとてつもない量の食材。通路を塞がないようにレジを通した商品はどんどん車に積み込んでいきます。警備の人まで荷物を運ぶのを手伝ってくれています。100人に賄う2日分の食材はバスを軽く埋め尽くします。これでまだ3分の1なんですよ。果たして全部でいくらになるのか。そのお値段は54万円。そりゃいきますよね。でさらにびっくりなのがこのレシート。ベースに戻ると厨房への搬入はワンチームトヨタの伝統。手の空いているスタッフみんなで行います。もちろん私富川も一緒に汗をかきました。わーヘビー。搬入が済むと休む間もなくミーティングです。手に入った食材で何が作れるのか、私聞き耳を立てましたがフィンランド語で全く分かりませんでした。さあ果たしてどんな料理を食べさせてくれるのか、職人たちの仕事ぶりをとくとご覧ください。こんな量ってチームに入るまでは作ってないですよね。ないですないですね。どうやってこの味付けの分量とか。もう失敗しながら。感覚で。はい。日光も高さもだってもう何も見ないで豪快にやってるから。そうですね。本当に以前から感心していたのが2人の豪快な調理の仕方。とにかく一切数えず測らず感覚で作っていくこと。そしてそれでいてめちゃくちゃ美味しいんですから。シェフたちが厨房に入ってから2時間、食堂のビュッフェに料理が並びました。この日のディナーメニューはポテトとミックスベジタブルにメインは白身魚のトマトソース。そして富川の食欲を一番にかきたててくれたのが焼きそばだ。具だくさんの焼きそば。いただきます。でメインディッシュの一つ、白身魚です。おいしい。トマトだけじゃなくて、もちろんちょっと塩気もちゃんと入っていて、酸味もあって、で身がですねすごく柔らかくて、口の中に入れるとホロホロホロって崩れていく感じです。ではジャパニーズ焼きそばいただきます。焼きそば、まあ、焼きそば、焼きそばってケニアで作れるんですけど、ソースの味がいい。具もベーコンやブロッコリーが入っていて、きっとこのケニアで手に入る食材だけで焼きそばどうやって作ろうかなって考えたと思うんですけど、具も合ってますね。こうやってシェフの皆さんがチームを支えてるんですね。この焼きそばの麺、実はパスタだったんです。おいしい。そういえばタカさん、
最後にパスタを買い足してましたね。これとあとお肉で何かね。日本人の我々のために作ってくれたすごく美味しいです。これ2杯目です。はい。いただきます。3杯目 ?3 回 Second round. 2.5 rounds. 気に入ったんだよ、焼きそば。タカさんが作った日本の焼きそばは日本人スタッフのみならず外国人のチームメイトにも大好評。Good? Oh, fantastic. Very good. Very good. みんな焼きそばだ。タカさん、ちょっと焼きそば大人気ですよ。本当ですか？これ僕ね、パスタっていうのも分かんなかったですもん。食感がもちもち感が焼きそばとは違うなと思って、ケニアで手に入る何か焼きそばみたいなもの使ってるのかなと思ったら、パスパスタであんな焼きそば風できちゃうんですね。できました。うまくできました今回は。これ取ってる。取ってますよ、急に。いや食材見てうん焼きそばできるかなと思って、はいそうですね。食材から考えてて。考えて、で、みんな焼きそば大好きで、2ラウンド、3ラウンドって。人気ありますね。ありがたい話です。このサファリラリーでトヨタは総合優勝をはじめ上位トップ4を独占という快挙を成し遂げました。今回の取材で私が確信したこと、それはその成果をシェフたちの陰の頑張りが支えているということ。シェフはシェフで戦って、メカニックはメカニックで戦って、でドライバーはもちろん当然 WRC で戦って、みんなが戦ってるからこそのこの一体感。そうですね。みんなで戦ってる。まさにワンチームのワンチームまさに作り上げてる。でも、こうやって皆さんがね美味しそうに食べてる姿を見たら苦労もね報われるんじゃないですか、ね。報われます。本当に報われます。本当にそれだけです。やっててよかったなっていう。トヨタイムズニュースではラリーチームの裏側の仕事ぶりもこれからも伝えていきます。どうぞご期待ください。